上野老师早上好，我の先生おはようございます。おはようご呃，ざいます。早上好，谢谢你给我们花时间做这个访谈。我想最开始呢，我想说我大部分时间其实是在美国和中国生活，对日本的了解是很有限的。这次来日本4个月呢，主要也是在看教育领域，所以在日本的2个多月，我其实对日本有了一个从远观到近观的机会。远观来讲，日本是一个旅游者的天堂啊，很干净、整洁、方便、友好。然后呢，但是进入近观之后，却能感受到社会里面似乎有一个无处不在的压力哈。这种压力，我看在教育中非常明显。比方说，即使在少子化的今天，教育在大城市还是有这个非常高强度的竞争和焦虑。然后社会里对女性的压力呢，也是这种感受。其实大家对女性，对从社会角色、家庭期待。到外貌妆容都有更为刻板的一种社会共识吧，而且不仅是男性有这样的共识，女性也有，甚至可能女性对彼此的要求更高。所以呢，后来我又看到日本一些这个男女不平等的数据，让我感到也很沮丧。今年3月8号，联合国秘书长古特雷斯提到，世界范围内的女性平权其实是在倒退啊，并且说实现女性平权需要大概300年。我想这些对上野老师都不是新闻，您一生都在做这方面的工作和改变现状的努力。请问您怎么看待这种还需要300年的前景啊？OK、はい。日本に来て2ヶ月だっていうことなんですが、日本は清潔で便利で、おまけに円安のせいで、外国の旅行者の方にとっては安い安いという、とてももう観光客天国になっているところだと思います。で、日本の同調性圧力っていうことに関して言うと、日本は相対的に階層差が小さくて、しかも目に見える人種差があまりなくてですね、で、あまり移民も難民も数が多くないという、多様性が非常に少ない国なので、そういう意味では同質性の高い社会だと思います。でもそれは今、急速に変化してきてます。で、日本はかつて中流社会、国民の8割が自分を中流だと答えた社会なんですが、今急速に階層差が増えてきてます。で、その中でとりわけ大きくなってきているのが、男女格差ばかりではなくて、女女格差です。その中で今の状態がこれから先どう変化するかってことなんですが、男尊女卑ってもともと中国語の言葉です。で、この男尊女卑の歴史はですね、6000年以上ありますので6000年続いてきた歴史がですね、300年で変わるかどうかは、国連のグテーレスさんがそう言ったからといって、私には、なかなかそう思えません。少なくとも分かることは、私の目の黒いうちに、私が生きてる間には無理だろうと思うんですが、ただし、この20世紀からこの1世紀間の歴史の変化はものすごく大きくて早いので、ですから、6000年はかからない、もっと早くに、なんとかなるだろう、なんとかしたいというふうに思っています。それはやっぱり、イーニャオさんみたいな女性の方もいらっしゃるので。Thank you 的确是从6000年的背景来看，最近300年的变化是巨大的，那可能也是我们可以保持信心的一个原因吧。但是はい。如果我看中国过去100多年的一个女性对权利的争取，其实也是经历了一个非常曲折的过程。性别是一种结构性不平等，就像您讲的，但是脱离了旧有结构，也并不意味着自由啊。像中国近代的女性解放，就是从1919年的新文化运动开始的。那个时候主张女性脱离封建家庭和传统父权，但是很快那一代女性就发现，在这个娜拉出走之后，她们并没有真正获得自由，只不过是从家庭的父权受害者变成一个state 或者是国家父权的受害者。而国家的这个父权有了制度的合法性和道德的制高点，似乎是更难反抗的。所以从这种情况下，似乎女性又回到了在家庭里面的私人领域争取权利。这些年大家讲到中国的女性好像在这方面有一些进步，比方说家庭里的财产权啊等等，有更多的发言权。
但是在公共领域，比方说离婚的权益保障啊，包括在就业里面的对女性的更平等的这样的一种条件，其实都并没有真正意义上的进步。您的书被广大的中国读者所喜爱，一个原因也是提到，其实我们哪怕在私人领域里面，女性的发声和抗争和 say no 啊，说不也是会带来进步的。但是可能一个问题就是说，我们在私人领域里面权利的争取，会不会自然的带来在公共领域中对女性的平权？おっしゃる通りです。その前に言っときたいのは、女性差別というのは、差別の中で最も問題化されにくい、みんなが区別があって当たり前だと思っているような差別なので、女性差別っていうものが前傾化する、foreseeing になるためには、平等と、民主主義というものが達成されないと、出てきません。で、階級社会や身分差別が非常に大きいところでは、女性の問題は前傾化してきません。で、だからある意味、民主主義社会というものができて、みんなが自分たちが平等だと思ったときに、初めてじゃあ女はどうなるんだっていう、問題が起きたので、その前提条件が20世紀にいろんな国にできたんだと思います。で、私は中国がもともと拡張的な社会で変わらないとは思っていません。中国が激動している社会です。中国は中国革命の時にですね、女は、天の半分を支えるって言って、男性と同じように、女性も平等に働くことを要求したわけですね。で、そのために女性を労働に動員するために、ほとんどあらゆる職場に、保育所を作るっていうふうなこともやりました。なんか保育の公共化、育児の公共化っていうことを一旦はやったところです。で、私は現在の、中国の若い女性たちの直面している性差別は、改革開放の後で、市場化がもたらした私たち資本主義社会における女が経験しているのと、同質のものを、経験を中国女性たちが持ち始めた、その結果だと思っています。で、やっぱりその資本主義社会の中では、生産の場に女がなかなか入っていけない。で、私的な場の中では女性の権利は伸長してきました。例えば離婚の権利があることとかですね、それから結婚しない自由があることは、それがないことよりははるかにいいことです。で、だから女性はそういう意味では結婚してもいい、しなくてもいい、子供産んでもいい、産まなくてもいい。で、離婚してもそんなにひどく責められない。で、もちろんバッシングがありますけど、ものすごくそれは緩やかになりました。日本ではそんなに私のようにお一人様って大きな顔しても大丈夫になりましたので。はい。だから、その大きな変化は、あるんですが、その私的領域における変化がですね、なかなか公的領域の変化につながらないっていうのは、全くおっしゃる通りです。で、そこでは、政治、経済、学問とかっていうような、男の作ってきた社会っていうものが、やっぱり老子として、変化しようとしない。その現実は、私たちも中国の女性も同じように今、直面してるんだと思います。でもね、その私的領域と公的領域の間の変化っていうのはお互いに相互依存関係にありますので、これが私の本で、家父長制と資本制の間の、弁証法的な関係っていったものです。だからそうなると何が起きるかというと、日本では子供が生まれないわけですが、それが公的領域では直ちに労働力不足として、減少してきます。だから、私的な領域に、実は公的な領域は深く依存してるはずなんですね。对，您说的很有意思，因为我自己就是在改革开放初期，公共幼儿园长大的，我妈妈可以全职工作。然后我自己的妈妈在我12岁的时候离婚，所以在当时就像您讲的，那个时候还是受到很多社会诟病的。那现在其实就社会压力要小很多。所以您说的是，我觉得从这个角度来讲，在私人领域，就是到我这一辈，其实还是是在就是女性公平和女性参与社会生活方面，肯定是比上一代
的机会要多很多。但是很快，就像您说的，因为很快就又进入到了资本主义社会常见的问题。现在的比我更多的年轻的女性，可能更多要面临我那时候没有的一些困难，因为现在对女性的就业和女性对家庭中的期待，其实远远高于十几年以前的。所以我想这也是为什么现在年轻一代的女性会感到非常的迷茫。因为就是在不久的将来，不久的过去，其实结构还是非常不一样的。那现在面对的新的问题，又是大家没有经验的。现在很多女性在中国感到还是有很大的无力感，就是觉得自己做不了什么，然后也不知道用在哪些方面有可能做到一些突破，而且很多时候会发现女性其实也是这个旧体系的捍卫者，就因为女性会跟其他的女性一些建议，比方说你最好不要工作，你最好回家等等，所以从这个角度来讲，我们女性该如何自处，在这种情况下过好自己的生活。はい。はい、現状が非常にどうこうとして変わらないと、それはそこに立ち向かうのは、本当に無力感を覚えることなので、それは中国も日本も同じだと思います。で、現状が変化しないとですね、そのシステムは別に個々の男が作ってるわけじゃないんですが、構造ですから、その構造から、得をする男もいるし、得をする女もいます。で、だからある意味、女もまた家父長制の代理人になって、その代理人として、構造からご褒美をもらうという、報酬をもらうっていうことが起きます。例えば、美人コンテストなんかで入賞するとね、その後いいことがあるかもしれません。で、だから中国の女性の方も整形をしておられるというふうにお聞きいたしましたけれども、それでも、だけどそれで何が起きてるかっていうと、今と同じ現状の社会が、再生産されるだけなんですね。で、社会は停滞します。で、そうなると、現状維持をやってる人たちはですね、もう無力感で沈黙する人も、私は沈黙は共犯だっていつも言ってるんですけどね、何もしないこと、不作為によって、現状追認という共犯主張をやってるわけで、その、社会が停滞して、今のままの現状が再生産されることを追認する立場になるんだと思います。で、私、いつも言うの、女の人たちに言うのはね、確かに自分一人や二人の力では、構造変わりません。だけども、その時に、構造に適応することによって、得られる報酬もありますけども、それによって支払わなきゃいけないコストもあるんですよね。で、コストは何かっていうと、えーあの、その構造が期待する役割に自分が応えるっていうコストですよね。で、これは要するにもう自分を相手に合わせるっていうことですから、ものすごくフラストレーティブなんですよ。で、私は女の人たちの持ってるモヤモヤとか、不満とかイライラっていうのは、やっぱり自分が自由に生きられない、自分を抑えなきゃいけないっていうところから来てると思うので、そのモヤモヤイライラっていうのはね、なくならない。必ずここに溜まる。溜まると腐る。で、腐るとあなたの人生を滅ぼします。で、だからそうなると、女の人たちが、本当に、イーニャさんのように自由に生きるっていうことをやっていただく、それが、後から来る女の人たちのロールモデルになっていくとね、ああ、そうか、自由に生きると、こんなに人生が楽しくなるんだ。で、そしてまた社会も変わってくるんだっていうふうに思ってもらうといいんじゃないですかね。私たちも日本でそういうことをやってきました。谢谢您。我觉得您一个人的不管是您的生活还是您的研究和您的书，其实都起到了这样激励女性的作用。お一人様っていうのは、中国でもそうかもしれませんけど、これまでオールドミスとか、ゆかずごけとか言われまして、惨め、かわいそう、女の欠陥品の、代名詞だったんです。だからやっぱりロードモデルがあるっていうのはね、お一人様、今度は楽しいですって、こういう姿を見せるっていうのは大事ですね。別に結婚や男が私を幸せにしてくれるわけではない。私は私自身を幸せにする力がある。
っていうふうに女の人が思ってくださるといいですね。我是另外一方面了，我想我一方面其实是比先生承担了多得多的家里的无报酬的工作，但另外一方面呢，也因为我工作的确有一定的财力，可以雇佣其他的女性给我承担一些家里的工作，就是您说的好剥削其他女性。所以这些年为我服务的女性，当然她在我们家做阿姨的时候都已经孩子大了，但是我知道有很多这样的女性，为了去城市里面承担这样的工作，就是协助其他的女性照顾好他们的孩子，要把自己的孩子留在农村，也就造成了非常广泛的留守儿童的这样的一个现象。制造了一个新的社会问题，而这些问题似乎是没有社会空间去讨论的。这些人在我们的家庭叙事里面、文化叙事里面都是不可见的。所以，如果单独作为一个个体，或者是我这样的个体来讲，可以说我也生活得很好，然后我也有孩子、有家庭、有人照顾，但是实际上他也在这个结构里面制造了很多后续的其他的问题。那这样的因为解决一个问题而制造新问题，我其实一定程度上你也可以讲你是有负罪感的啊。那这样下去会有解吗？よくぞ正直に言ってくださいました。そういうの、階級差とそれとジェンダー差っていうのはトレードオフの関係にあって、階級差の大きい社会では、一つの階級集団の中におけるジェンダー差は相対的に小さくなるっていう、こういう傾向があります。ですから、階級の格差の大きい上の方にいる女の人たちにとっては、自分のケア責任というのをアウトソーシングする。で、一つは世代の違う女、祖母ですね。で、それから、外国人移民ですね。で、それから中国には地方出身の女性という人がおられて、いわば中国という国全体に、わざわざ移民をゲットしなくても、グローバルサウスと言われるような、大きな領域があるっていう、それがあって、キャリアウーマンの働きを支えている。同じことは、香港のキャリアウーマンにも、シンガポールのキャリアウーマンにも言われます。で、日本の女性がなんでこんなにしんどい思いしてるかっていうと、日本まだまだ相対的に階層差が少ないので、とても人を雇うような余裕が中産階級の女にないんです。で、そうなるとですね、その中で、ケアの責任を、アウトソーシングする。アウトソーシングしないと女に、労働市場に出てきてもらえないので、そのための選択肢は2つあります。1つは、今のように、プライベートに、人を雇って頼む。これ、市場化オプションと言います。で、もう1つは税金払って、保育所とかいっぱい作ってですね、で、安心して、保育所に預ける。これを公共化オプションと言います。で、北欧先進国は、公共化オプションを採用しました。その代わり税金むちゃくちゃ高いです。で、中国やあるいはアジアの階層の高い女性には市場化オプション、アメリカにもあります。移民がたくさんいますので、チープレーバーがあるところにはそれが可能です。日本の女性にはどちらもありません。で、いずれもしかして日本の女女格差、女性の間の階層格差、階級格差っていうものが広がっていくと、同じように、他の女性の犠牲のもとに、ジェンダー平等を達成する女性たちが登場してくるでしょう。で、今のところ日本はそれを食い止めています。それを食い止めている選択が、正しい選択かどうかは私には分かりません。で、その中で、移民家事労働者の研究をやっている人たち、すでに分かっているのは、グローバルケアチェーンという言葉があるんですが、移民の人たちが、先進国の女性の、メイドやナニーになります。で、その移民で来る女の人たちはその社会で決して追い詰められた低下思想ではなくって、結構教育もあるし、それから外国出ようという意欲もある、中流以上の人だってことが分かったんですが、その人たちが、家庭に残した子どもたちを祖母や、また田舎から出てきたメイドさんが面倒を見る。で、そうするとその田舎にいるメイドさんたちの子どもは、もう誰も見る人がいない。で、末端では子どもと年寄りが置き去りにされるっていうのがグローバルケアチェーンで、
それが中国では一つの国の中で起きてるんでしょう。是的，对，是不是就是回到您讲的，您在第一个问题讲的，就是女性问题，其实是在其他的问题都解决了之后更明显的问题。其实很多社会里还有其他的更严重的一些结构性的局限存在。我们刚才讲到女性，然后我想换一个视角来讲男性的角度哈，因为我想我们最终追求的进步是人整体的进步。那当然，女性是面对重重的结构性限制，但是男性也是某种程度的受害者，社会对男性也有刻板印象，而且这方面的讨论空间似乎更小。はい、对男性も大変な抑圧を感じておられると思います。女性だけじゃなくって。で、男らしさの抑圧に対して、男性も非常に大きな代価を払ってる、コストを払ってるはずなんですね。で、これまでその代価を払っても、男であることから得られるリウォード、報酬というものがあったのが、社会の変化によってそれがどんどん減ってきました。で、男女格差だけじゃなくて、女女格差もうそれ以前にも男性の間の格差がものすごく大きいですから、この社会から得をする男性と得をして得を持てない男性たちが出てくるんですね。そうすると、コストが大きいのにリウォードが少ない。そうすると、こんなの割に合わないって思う男の人たちが出てくるのは当然だと思います。じゃあ、その人たちが、仮に何かね、リウォードをもらったとしても、そのために払ってる代価は何なのかっていうことが、やっぱり最近やっぱり男性学の研究が世界的に出てきまして、それが明らかにしてきたことって、やっぱり感情生活においてものすごく大きな犠牲を払ってるんですね。で、例えば妻や子供から愛情や信頼を得られない。で、関係っていうのはお金では買えません。で、共に経験共にして配慮を分かち合うことによってしか関係は築けないので、養ってやってるからといって子供の愛情が買えるわけじゃないんです。私は今子供たちとオンラインでしょっちゅうやり取りしてますけども、10代で例えば進路選択をするときに、一生に関わる非常に深刻な選択に10代の子どもたちは悩みます。その時に誰に相談するって言って、父親って言った子どもは息子も娘も一人も今のところいません。なぜかっていうと、その10代になるまでの生まれて十数年の間に、この人には言ってもダメ。僕や私に関心持ってくれない。私の人生を本気で考えてくれないという信頼感を子供は失ってるんです。で、そのツケが来てるということを男の人たちは理解していません。で、私たち今もう超高齢社会の中で生きてるので、職場の中で出世してピークになった時にパタンと死ねたりしないんですよ。その後が長いです。高齢社会ってそういうもんです。で、その時に人生に意味を与えるのは一体何なのか。自分はどこそこのトップになったとかですね、出世したとかっていうことが、本当にその人の老後を支えるプライドアイデンティティになるのか、そんなもん脆いもんですよ。やっぱり最後に人生の意味を与えるものって、愛情と関係ですからね。私は男たちはやっとですね、そういう代価を支払ってきたっていうことに気がついてきたんだと思います。で、今、割と子育てに非常に熱心になってきた若いパパたちが出てきたっていうのも、それの影響だと思います。で、実際、出産に、後で中国のことを教えてほしいんですが、妻の出産に立ち会ったり、これ昔は、男性は排除されていました。とか、それから育休を取って、子供のおむつを替えたりした経験のある父親たちと、その後の10代に至った時の子どもたちとの関係はとても良好です。そういう実証データも出てきました。我觉得您说了两个，第一个就是，亲情、感情、爱情、人际关系，这是人可能最终工作结束之后最重要的东西，但是我们在成年的过程中都在非常着急的把它们当代价花掉。
关于您的问题，我觉得现在还是有很大进步的。那男性应该是产房进不了，但是在生产之前都是可以和之后都是可以陪护的。但是很多的都市里面，特别是大城市的，也有这样的爸爸组织的爸爸的社区，让他们作为更好的爸爸。我觉得在城市里面还是能看到很多这样的例子的，也是很让人振奋的。但是整体来讲，还是有很多的女性，中国有一个词叫做丧偶式育儿，这还是相对比较普遍的一个状况。はい。Let me add one word. 夫が出産立ち会うようになったのは自然になったんじゃなくて、立ち会わせるように女たちが要求して変えてきたんです。育児参加も女性が要求して、男を変えてきたので、男は自発的には変化しません。はい。是的。だからまあ、わずか一世代の間に、男は出産には立ち会わないもんだという常識が、立ち会って当然だという常識に変わったんですから、変化は早いかもしれません。对，从这个角度来讲，还是可以让人保有希望的。ちょっと余計なこと言わせてください。私が、30年、もう40年前に、女子団体の教師だった時に、立ち会い出産のことを授業で話したら、いやー、そんな恥ずかしいこと夫には見せられへんと女の子たちが言いました。それで私は彼女たちに何言ったかな、恥ずかしいことしてんのに、そんなもん見せられないってことがあるかって言いました。で、それで、立ち会い出産のビデオを見たら、見ただけで彼女たちは考えを180度変えて、いやー、もう出産に立ち会ってくれる男やないと選ばへんわって言いました。是的，而且其实另外一方面，很多妇产科医生是男的呀，可能在日本也是这样的，医生里面男性的比例特别高。其实我们认为他作为一个职业存在是 OK 的，但是作为我的情感陪伴是不 OK 的。そう、医者と家族は全然違います。おまけに子供を作る原因を作った人間ですからね、それは当然だと思います。で、しかも今、一人っ子や二人っ子だと一生に一度あるかないかの本当に大きな人生のイベントじゃないですか。私ちょっとその時ね、ちょっとごめんなさい、余計なこと言って。学生にね、レポート書かせました。あなたが生まれた時、お父さんはどこにいて何をしていましたかって書いてもらいました。で、そしたらね、お父さんの字でレポートが返ってきたんです。で、出張に出かけていて、子供の顔を見たのに生まれて3日目でした。で、その時立ち会わなかったことを後悔していますって父親が書いてました。ちゃんと教育効果がありましたね。对，非常有效。所以回到刚才您讲的，其实我是觉得推动性别平等，就像您说的，其实男性和女性如果在不平等的情况下，其实都会付出代价，男性也会付出代价。所以其实如果真的想更好的推动，其实我们需要更多男性的女性主义者，然后男性的觉醒，其实这样的一个努力可能才会更有希望吧。男性の中で女性主義に理解がある人っていうのはめったにいません。男を変えるのは女の責任です。那现在像比方说在现在的学生或者是社会学学者，因为这个领域我是外行，包括研究女性主义和性别的，有男性的学者吗？或者男性的学者，在增加吗？はい。研究者はやっぱりグローバルトレンドに非常に敏感な人たちで、情報が世界中から入ってきます。で、それで常にエビデンスと、それとジャスティスっていうのを考えていますから、研究者の世界では変化は早いですね。ただし研究者は特権的な人なんで、例えば毎日ね、朝起きて会社に行ったりしなくていいという人たちなんで、この人たちが、まあ、イクメンというか、ちゃんと育児するパパになるのは当然でしょう。本が出てますけど、威張るなって言いたいです。明白，所以反而是从事性别研究的人本身，可能并没有大部分人在性别里的困境，对吗？
いえいえ、苦しんでますよ、彼らも。だけど相対的には恵まれた立場にいるということです。对这个相关的，可能因为我前两天跟周燕飞教授有一个聊天，他是在东京女子大学做这个女性研究的，然后他提到的一个这个观点叫做助推嘛，因为他讲到日本的女性其实在事业上就是准备转型，就转型回家，似乎一般就是发生在她这个事业的上升期刚刚开始之前。所以看数据，这似乎是一个非常难以逾越的障碍。很多人就是在这里面选择两条完全不同的道路，如果能够坚持过去，就可以在事业上有成功。但大部分的人就选择这个时候放弃了。这好像是一个无解的问题。我想听听上野老师对这样的女性有什么建议吗？就是她们其实可能在职业上有期望，但是呢又希望成为妈妈，然后在这种困境又是同样一个时间段发生的，该怎么办呢？ですね、周延比さんですね。貧困専業主婦って本書いた人でしょ。是的，で、はい。女女格差が大きくなってるので、階層格差が大きいです。で、日本の専業主婦率は、経済階層のトップとボトムで低くて、真ん中はほとんど働いてる。で、トップの方は今までこう低かったのがですね、これが上がってきてですね、経済階層が高い女性たちの、就労率がものすごく上がりました。で、だからそうなると、夫も妻も高収入で、世帯収入がむちゃくちゃ高いという人たちが登場してきました。で、貧困専業主婦というのはですね、学歴が低いです。日本にも学歴格差は大きいですから。で、それで、本当にジョブフォーピンマネーってはした金稼ぎの仕事にしかつけません。で、その上、早産早婚で、子供を早く産んでしまいます。で、実家の経済力も非常に弱いので、祖母力も期待できません。で、しかも、男たちは、低階層の男たちは、かえって比較的、家父長的な価値観を身につけているので、いろんな条件が相まって、こんな収入で、妻が働いていていいのっていうような人たちが専業主婦になる傾向があるという、この謎ですね。パラドックスを周延比さんがデータをもとに明らかにされたというので。で、だからそうなると、その人たちにとって、就労と職業、子育ての両立っていうのは問題になりません。選択の余地がないからです。で、それが選択の可能性があるっていうのは、その真ん中の人たちですよね。中流の人たちで、仕事を続けたい。で、子育てもしたいっていう人たちなんですが、今ですね、日本の女の生産年齢人口の10人に7人が働いています。ほとんどすべて働ける女は働いていると言っていいです。その10人に7人の女のうちの10人に6人が非正規雇用です。で、非正規雇用では1人食べていけません。で、それが徐々格差を作っています。だからある意味、就労か、それとも育児かに引き裂かれた悩む人たちは、特権的な人たちだと言えます。で、不利な仕事だが辞められない人たちがボーダーに生まれてきています。对，是的，是的，对，您这个说的很对，就是能够有这个选项，已经是一种特权了。私は自治体のイベントなんかで両立支援とか言うとね、ワークライフバランスとかっていうと、そんなことに悩む人ってどこにいるんだって思います。もう公務員さんとかそういう人たちはそうかもしれません。公務員特権階級ですから。但是其实我觉得在中国的情况不大一样，你可能因为中国的父母都很乐意帮忙，而且可能相对来讲中国的劳动力也很便宜，所以还是你不需要特别的富裕，还是有可能性去考虑继续工作，还是就是在工作的同时还可以养育孩子。就对很多女性来讲，你不需要是个真正意义上的特权阶级，还是有这样的选项的。I have a question. Yes おばあちゃんは喜んで孫の育児をするとおっしゃいますが、おばあちゃんの人生はどうなるんですか？
对，这其实是一种社会共识，就是这也是一种文化吧。大家觉得在一段时间之前去带孙子，是他们的人生价值的一部分。嗯，ね、但是日本もかつてはそうでした。ところが最近は、孫より娘より自分が大事というおばあちゃんたちが増えてきて、そのおばあちゃんたちは娘に頼まれても私は嫌だと断るようになってきました。中国のおばあちゃんも変わるでしょう。这个问题很好，变化不大。我觉得现在这一代基本上还是80%-90%，至少我知道的，还是非常乐意去做这件事儿。当然也有经济的原因，因为现在保姆很贵，他们为了省钱，觉得还是我自己干吧。不过这可能回到您说的最开始，就是中国实际上我觉得是两代人经历了，就是一代人经历了两代人，所以其实现在的中国的姥姥奶奶，他们还是有蛮传统的想法的，还没有那么快。就是女权的这个感受是年轻一代人很有，但是老年人还是不觉得这是他们需要关心的问题。不过这也提醒我了，您觉得可能我一直也没有意识到，我们一般讲到男女平等，其实在中文的语境下，大部分讲的是中年或者是年轻一点的女性，我们其实很少去讨论这种退休或者退休以后的女性，觉得她们给家庭提供服务是理所应当的。所以可能就到下一个问题，我知道您最近也一直在关注老人问题，您也讲到，日本也已经是一个超老社会，然后包括您专门讲过关于独自一个人死去的这样的一个课题，所以其实到了生命旅程的中后期，我比较好奇，这个时候当我们面对死亡的时候，或者面对衰老的时候，还有性别视角吗？还是这个时候在面对终极问题的时候，似乎性别视角可以有一些淡化？もう性別は関与します。ただし、社会と文化と歴史によって違うので、私が今の日本で見てるのは、老いに対する拒否感、自分が弱っていく、弱者になっていくっていうことを受け入れられないのは、力を持った経験のある男の人たちですね。で、この人たちは自分の老後について、ものすごく拒否感があって思考停止になる傾向があります。で、女の人たちは社会的弱者であった経験が長いので、老いを受け入れやすいという傾向があります。でもそれは例えば、女性の価値というものが、男性の性欲をかき立てることにだけ置かれているような社会だと、女性の加齢恐怖っていうのはものすごく強い社会がありますし、それから女性がケアする性、家族の世話をする性だっていうことが言われている社会では、弱った女の人、おばあちゃんはもうケアされる側に回ったら家に居場所がありません。そういう社会が日本でも長い間続いてきました。で、だけども、私はね、日本の社会が、ひどい社会ですが、それを曲がりなりにも、それなりの社会保障制度というものを作ってきて、国民年金保険、それから、医療保険、それから介護保険、これ国民、強制加入の、全員入る保険です。で、これを作った効果が大きかったと思います。で、年金があるから、息子の経済力に頼らなくても済む。で、介護保険があるから、娘の介護力に頼らなくても済む。ゼロではないですよ。もちろん息子も娘も手を出さざるを得ないところがあります。でもそれが、日本の高齢者の地位を非常に変えました。特に女性の地位を非常に変えました。で、そういう意味では、女性の方が今、どちらかというと穏やかに下り坂を降りていく。で、男の人たちを見てると、そのことにものすごい拒否感や抵抗感をお持ちなので、でもそれはね、ある意味自業自得だよねって思っています。所以世界到最终终于公平了。やっぱりね、年金と医療と介護、だからまずお金があって生活ができる、老後の生活ができる。それから医療保険で、ちゃんと、病気になった時に
医者に治してもらえる。あと、要介護になった時に世話してもらえると、この3つの保障はとっても大事です。私は日本にこれができたことは本当に良かったと思ってます。この先、アジアは、本当に急速に高齢化する社会ですから、こういう経験は、学んでいただいたらいいんじゃないでしょうか、と思います。ただし、年金保険のですね、年金の額が、それまでの働き方で、いくら、給料をもらってきたかで年金の額がガクンと違います。で、女の人たちはまともな働き方してこなかったので、ずーっと低賃金。低賃金だから年金もずーっと低年金。でもって死ぬまで貧乏。で、これをですね、私たちは BB 問題。BB というのは貧乏ばあさん問題と呼んでいます。那如果一个女性一直没有工作，一直是作为家庭妇女的话，那她的保险是不是要跟丈夫的收入相关？那如果丈夫去世的话，她还能得到保障吗？日本はですね、妻の座をとても権利保障しています。で、家が残ったらほぼ家にそのまま居住できますし、夫が死んだら夫の年金の4分の3をもらえます。で、これをね、専業主婦優遇っていうふうに言う人もいるんですが、私はそうではなくて、死ぬまで夫をちゃんと見とれっていう見取り保証だと思っています。夫を見とったご褒美にくれるわけですね。嗯，对，那这个体系设计还是非常合理的。合理的って誰にとって合理的かっていうことです。で、稼ぎ主の男にとって合理的です。で、女の方は男に養ってもらって当然だから、この程度の給料でいいだろう。で、この程度の年金でいいだろう。死ぬまで夫にぶら下がって夫見捨てるなっていうのが日本の年金と労働のシステムですね。我还有一个相关的问题，因为我不是在看教育嘛，那在教育里面，现在几个教育学者提到的一个问题，就是因为日本的老龄化，所以呢，大家又是一个民主国家，所以大家很多就愿意投票去支持跟老人照顾啊，医疗相关的这样的一些政策，然后对教育来讲，去支持到更多的支持，似乎就更难一些，因为好像有一个数据讲的是只有现在日本只有18%的家庭有18岁以下的孩子，那曾经这个数字是36%，所以呢，就大家对教育的投入就会减少，这样对国家的社会未来也有一些挑战，这个您怎么看？嗯。日本の高齢者が、手厚い福祉を受けているとは言えません。十分ではありません。で、その後、日本の高齢者福祉が若者の福祉を圧迫しているわけではありません。で、若者に対して、日本がこれまでお金を、使ってこなかったということが問題なんで、その中の教育がですね、日本では親の私的な負担によって担われている。で、高等教育費の支出が日本は OECD 諸国の中で非常に低いです。で、ですから教育にお金をかけてこなかった社会なんですね。それはほっといても、親と子供が頑張って競争社会に巻き込まれて、それなりの成果を上げてきてくれたっていうことなんですが、これだけ子供が減ったらね、やっぱほっとくわけにいかなくなりました。で、それでようやく政府が重い腰を上げたんですが、まず第一に遅すぎる。第二に財源の手当がない。だから実効性がない。その時に年寄りが悪いというのはもう完全にこれはデマです。那您对年轻人，像我这样的年轻人，或者比我更年轻的年轻一代女性，有什么建议和期望吗？ですね、自分のやりたいことをやったらいいと思います。で、自分に正直に生きたらいいと思います。で、嘘をつかずに、で、人の顔色を見たり、他人の期待に応えようとしても、それは他人のために生きる人生なので、自分の人生は自分以外の誰にも変わって生きてもらえないと思って、で、世間の魔弱に合わせて自分の生き方をあの狭くするなんて、そんなつまんないことやらない方がいいと思います。で、他人の中にやるのは親とか教師とか社会ですけどね。で、私はいつも若い人に言うのは、
人生の最後にね、ああ、面白かった。生きてきてよかったって思えるような人生を送ってくださいねって言います。だからまあ役に立つとか価値があるとかより、面白い人生を送ってください。是这样的，我是觉得我们可能人最难的功课就是真实吧，因为我们在成长的过程中被灌输了非常多的概念，或者成功应该是怎么样的，有太多的应该，而我们很难有机会去听到自己内心到底是什么样的声音。您的书里面提到对自己诚实，就是而且您是特别的彻底的诚实，我觉得这是为什么这么多年轻女性受您激励。但诚实是不容易的，因为诚实并不方便，要真实的面对真实，其实是需要很多勇气的。所以いや、希望いいよさん、私はそう思いません。人は騙せても自分騙すのは一番難しいですよ。对，是这样的。ね、わかるでしょ。でそれで、成功って何ですかって、成功って誰が判定しますか？あなた以外の人が判定した成功はあなたにとって成功でしょうか？私は別に人がどう判定しようが、ああ、楽しかったって言えたらいいと思います。私はとても楽しい人生を送りました。嫌なこといっぱいありましたが、それも含めて。谢谢您。那我的问题就答案结束了。最后有一点小东西，就是在那个我们发了一个链接，是个 YouTube，是一些中国的读者给您录的一个小视频，里面有日文的那个 subtitle。あら、嬉しい。善叶老师，我是彭亚，我现在在广州做一名律师。 Because it's the first time that I became a mom, and many times there were fights of me with my daughter, and I used to lost control in like criticizing her, and after that I started to judge myself. And at work, sometimes the pressure is huge, so overwhelming that I didn't know the solution, and that also reflected as a form of worry and fear, because I had this personal meeting with my boss. こんにちは、はじめまして、千鶴子先生。This is Vera from Shanghai. I'm really excited to be able to tell you how much I admire you and your work. I have read your book, 始于极限, and this week I'm on 从零开始的女性主义. I really appreciate how bold your expression is and the readability. I can go on for hours to talk about it, but one example is I highly agree with the fact that many young women, including me, are still not able to have a faithful conversation with our husbands about our gender bias, the sacrifices and feelings, in emotions. Still, we're willing to get married, open our legs, and have babies. This is 2023. This is crazy. What I look for answers from experts like you is I want to be a proud feminist, but in China, feminists, or in general in the world, we are met by verbal violence or even worse. I want to continue to speak out, but I'm also very afraid of being attacked. What should I do? 我现在在北京，我是一名钢琴老师，是玉洛老师还是商业老师，对我的影响都极其深刻。Thank you for watching. But actually, the questions are too many to answer. I know. I can't cover them all. Pick one. Maybe pick one that you want to Talking say. about, that she was overwhelmed, a girl was overwhelmed by her responsibility at her workplace and responsibility as a mother. I could tell her, to admit the limit of power, the powerlessness, and ask people, help me. That's also quite important capability to get help from others. You just do not have to carry all the burden on your own. Indeed. Thank you. Maybe the other one representative is the one talking about being a feminist, getting a lot of verbal attack. I don't know if you remember that comment, and they want to see how they should be when they want to be a feminist, but with a lot of bias and attack from the society. Yeah, we have received so many attacks and criticisms and hate speeches in face.
I mean, before, the internet started. So in the age of the internet, you can just switch off. Now, as far as unless you feel the physical risk or danger, you just can go on. Speaking out what you want to say. Great. Shut up. Wonderful. Okay, I think those are very helpful. Okay. Yeah, thank you And so much. also, one more important thing, to Yes. get a friend to support you. いや、味方を作ってください。敵に負けないほどたくさんの味方を作れば、敵に打ち勝てます。一人では何もできません。Got it. Great. ありがとうございました。I'm glad now we made some, exchange of ideas. So I gave you questions, and so it's not just one-sided good. Thank you. I'm glad it's useful. Keep in touch. All right, thank you so much. Yeah, okay. 谢谢，谢谢。